はいどうも B 賞です、今日はホットトイズの新作6分の1スケールフィギュアアイアンマンマーク7オープンアーマーバージョンのフィギュアプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったり、カスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということでまた今回、アイアンマン関連のホットトイズがラインナップされたんですけど、今回に関しては再販だったりリメイク版というわけではなくて、完全新規のフィギュアになっていて、いわゆるアイアンマンの開きと言われる状態のマーク7が商品化されました。映画で登場したのはアイアンマン3で、ローディとトニーがバーで話している時に、ニューヨーク決戦のね、チタウリとの戦いを思い出して、バーの外に止めてあったマーク7に乗り込むという風なシーンがあったと思うんですけど、その時のスーツアップシーンを再現できるようなフィギュアになっています。こういったタイプでは過去にマーク5だったり、シルバーセンチュリオンといったね、スーツアップバージョンと同じようなシリーズになってます。ただ今回に関しては中にトニーが入ったりとか、スガウヘッドが単体で付属するということもないので、このアーマーのみを、ジオラマのような形で楽しむようなフィギュアになっていて、特徴は何といってもね、開閉ギミックだったり、アーマー内部の細かい造形、発光ギミックかなと思います。稼働ポイントとして、他のフィギュアのように首や肩、肘股関節などね、関節が人間のように稼働するというようなことは残念ながらないんですけど、全身のアーマーパーツ、特に背中の部分が稼働して開くポイントはとてもかっこいいディスプレイできるフィギュアなのかなと思います。でアーマーの内部はかなり細かく造形されていて、とても複雑でメカニックな造形というのが再現されてます。アーマーの外側は赤と金色のメタリックな塗装が施されているんですけど、これもね、ところどころウェザリング加工が施されている点も味があっていい感じだと思いますね。背中の部分の開く部分を閉じると、マーク7のすだちの状態を再現できるんですけど、正面から見えなくなるというようなことは少し残念ではあるんですけど、この背中のね、開きの部分はかなりかっこよく見えると思うので、ディスプレイするのであれば、この状態一択になるのかなと思いますね。でさらによりね、この金属感を演出するためにも、今回ダイキャストを使用しているということもあって、ずっしりとした重さもね、楽しむことできそうですね。これだけ細かいパーツなので、正直プラスチックで作られていてもおかしくはないと思うんですけど、ダイキャストという点はね、ホットトイズさすがのこだわりだなと思います。そして LED ライトの発光ギミックとしては、本体全体ではだいたい15箇所くらい光っているように見えるのと、台座も中心が光っているように見えますね。今回内部の構造的には電池が使えないので、給電の方式は USB で給電するようです。説明を読んだところ、台座を使用せずにアーマーに直接給電する方法と、あともう一つ、このフィギュア本体をジュラマベースと接続して一体化させた状態で電気を給電することも可能のようです。台座の床面を見ると端子のような出っ張りがね、2つあるように見えるので、その部分を足の裏に差し込んで給電するというようなシステムになっているのかなと思います。これまでのアイアンマンだったりとか発光ギミックがあるフィギュアに関しては、よくボタン電池が使用されていたんですけど、ボタン電池って結構ね、スイッチをオンにしていたまま電池を入れ始めると、入れ始めてから入れ終わるまでに最初に入れたところがかなり暗くなり始めたりとか、 LED をね 1,2 時間点灯させて写真を撮っているだけで、ほとんど光らなくなってしまうので、今回のように USB によって、永続的に給電できるというようなシステムはね、発光ギミックがある全フィギュアに搭載してほしいギミックですね。最近だとマイルス・モラレスの2020スーツとかもUSB による給電らしいんですけど、どんどんそういう風にシフトチェンジしていってくれると嬉しいなと思います。そしてフィギュアの大きさは全長約 32.5 センチということで、だいたい他のアイアンマンのホットトイズと同じくらいの大きさになるかなと思いますね。ただ今回台座が結構分厚めだと思うので、台座を含めると34センチとか、35、6センチくらいにはなるかなと思います。そして今回の台座はトニーの家にあるラボのアーマー装着台を再現しているのかなと思うんですけど、この台座とてもかっこいいですね。ただ一つ残念に思った点があって、先ほども言った通り、台座の真ん中にアーマーの足に合うように出っ張った端子がついているようなんですよね。給電の仕様だけを考えればめちゃめちゃいい仕様だとは思うんですけど、結構いい台座だからこそ他のフィギュアにも使って写真とか撮りたいので、もしこの台座を使って他のアイアンマンだったりフィギュアをディスプレイするという時に使いたいと思うと、ちょっとそこはね残念に思いました。続いて発売時期と価格についてです。今回はすでに国内サイトのトイサピエンスとスタチトイズで予約開始されているので、それぞれ情報を紹介していきます。まずはトイサピエンスなんですけど、トイサピエンスでは価格が 58,000 円の予約価格が 52,200 円、発売時期は2024年の2月となっていました。そしてスタチトイズでは価格は 47,600 円、発売時期は2024年の3月となっています。価格については最近登場したアイアンマンのマーク3だったりとか、ホットトイズ上海店舗オープン記念でプレミアム価格がついているマーク47と比べれば、安いは安いんですけど、背中が開いて、内部も凝った作りになっているとはいえ、付属品はほぼないですし、稼働もねほぼしないということを考えると、ちょっとなというふうに思いましたね。スタチトイズの
値段は比較的安いのかなという風な値段ではあるんですけど、全額前払いという点がね、少し躊躇する人もいるのかなと思いました。で発売時期については両サイトとも特に変わりはないですね。いつもだいたい3ヶ月くらいの差があったりもするんですけど、今回は1ヶ月の差ということでした。なので遅くとも2024年の春頃にはメルカリだったりね、ヤフーオークションとかそういったサイトでも国内で買いやすくなるのかなと思います。そしてこのフィギュアを買うかはない予約についてなんですけど、僕はこのフィギュアもパスですね。値段はね結構高いとは思ったんですけど、インアートのザ・バットマンで、オールインのものをね予約したように、本当に欲しいものだったら関係なく買うので、あんまり値段については今回気にならなかったですね。それよりも今回このフィギュア、このシリーズ自体があまり興味をそそられないというのが今一番大きな理由です。僕自身はハイクオリティな可動フィギュアが好きで、ホットトイズだったり、他の6分の1フィギュアを集めているので、今回2つしかポーズが取れないという点はね特に微妙というか、あまりね僕の好みには合わないかなというような感じですね。スーツアップシリーズの中だと、強いて言えばマーク5なんかはプレイバリュー豊富そうでかっこいいなとは思ったんですけど、正直ねこういったシリーズにはあんまり興味をそそられてないですね。で値段とかはねかなり上がっちゃうんですけど、もしねこういうジオラマ系のホットトイズを買うのであれば、いくつかホットトイズ我慢したりしてクイーンスタジオの4分の1スタチューとかね、そろそろ手を出したいかなとも思います。そして、このフィギュアねもし買うにしても発売後に値段とか落ちると思うので、そういったタイミングで、欲しかったら買うくらいに考えていいのかなというふうにも思ってます。ということで、今日は新作ホットトイズアイアンマンマーク7スーツアップバージョンのフィギュアプレビューと予約情報を紹介しました。かっこよさで言えばねとてもかっこいいですし、内部が光る感じなんかもねメカメカしくて本当にいい見た目ではあるんですけど、ちょっと値段だったり稼働ポイントという点は微妙かなと僕は思いましたね。で今回マーク7ということで、かなり人気なパワードスーツでもありますし、普通のねホットトイズのマーク7だったらメルカリとかで出ても、すぐに売れてしまうようなフィギュアなので、この発売嬉しいという人もいるかなと思うので、そういった方はねぜひ予約してほしいなと思います。あとはここ2ヶ月で、アイアンマンとしては3体目となると、少しサプライズ感がないというか、一応もう引退しているヒーローでもありますし、もっとね新規フィギュアに注力してほしいのかなという風な気持ちも出てくるので、今後ねプレリリースとかが出ているバルチャーだったりとか、あとまだプレリリースは出てないんですけど、ラブ&サンダーの5話あたりはねちょっと期待したいなと思います。一応海外サイトの予約リンクについても概要欄の方に貼っておくので、予約するという方は価格の比較なりしながら検討していただければと思います。ということで、この動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと概要欄の下の方に僕の Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。